最近、証拠のない性加害疑惑が話題になっています。こういった話題に対して、加害者とされる側が気をつけるべきという人がいますが、その場では同意しているように見えて、後から断れませんでしたと言われても、そんなメンタリストじゃないし、やばいねえだろうと思ってらっしゃると思いますか。いや、多分そうです。言ってることは正しいです。後から言い出されたら、言い出されたもの負けという時代なんですよ。なので、性欲の強いやつは死ぬ時代です。これね、多分ね、どちらが正しいとか、こうした方がいいよねではないんですよ。社会システムがそうなってしまった以上、性欲が強いやつは死にます。で、同意書にサインしてもらいましょう。これもね、多分アウトになります。時間の問題で。その時は相手が立場が強かったので、同意書にサインをしてしまったんですけど、あれは間違いでしたっていうのを認めるという法律があるんですよ。AV 新法と言われてるやつで、20歳を超えている女性が AV に参加します。契約はこういう契約です。いくらもらえますっていうのをサインしたとしても、それを覆せるという法律になったんですよ。なので、同意書にサインしたとしても、20代の時は同意書にサインしてたんですけど、30になってから、いや、やっぱりあれは違うと私は思ったので、撤回しますっていうのも許されるという法律なんですよ。なので、結局同意書があろうがなかろうが多分撤回されるという時代になるので、もう何やっても性欲の強い人は撤回されるので、もう性欲が強い人は殺される。いつでも殺されるっていう、そういう時代になったんじゃないかなと思います。政治と週刊誌や報道機関って繋がっておりますか？はい。普通に繋がってると思います。ちょうどね、自民党の裏金議員65人が一斉に不起訴になったんですよ。で、大体ね、検察が一斉に不起訴になるときって、芸能人のスキャンダルが出るんですよ。検察というのが日本政府の言いなりになるという組織だったりするんですけど、日本政府の言いなり的に国民が話題をそらしたいなというのがあるときに、割と芸能人スキャンダルが出るっていうのがね、よくあるパターンなんですよね。本来であれば、裏金をもらってた65人の自民党議員が不起訴になるのはいかがなものかなっていうニュースにならずなんですけど、でもなぜか芸能人のね、ニュースが今、割と日本では流れてますけど、このタイミングでそれが起こるんだ、ふーんっていうね、誰のニュースだ僕は言いませんけど、っていう形で自民党の議員が不起訴になったということがあまり話題にならずに、なんか他のニュースが流れてしまうっていうね。なぜなんだろうね。これがたまたまであるっていう考え方もあると思うんですけど、たまたまかもしれないですよね。はい。あくまでたまたまかもしれないですね。はい。中井君の件、一発形成も高いと思うんですけど、どう思いますか？僕は3万くらいの適正方も何が起きたかわからないので、何とも言えないですね。あれは事実がわかんないので、例えばじゃあ仮になんか猟奇殺人犯的な人で、指を1本ずつ切り落として、で、その後爪を1本ずつ剥ぐみたいなことをやったとかであれば、多分9000万円でも安いと思うので、何が起きたかわからない以上は、それが安い高いというのは言えないんじゃないかなと思います。安倍元首相は統一教会と関係しているからダメだという人がいるのかなぜですか？僕も良くないと思ってますよ。統一教会のおかげで、日本から韓国に対して2000億円ぐらい送金されてた時期があったんじゃないかな。で、それで統一教会に対して送金し続けて家族が崩壊してしまいましたとか、いろいろやりたくもない仕事をやらされて、そのお金を統一教会に払うというのを無理やり家族で親がそう言うから仕方なくやってましたという子供たちもいたりするので、なのでそこに加担する行為だと思うんですよね。統一教会といううさんくさい宗教というのがもともとあって、で、それ潰した方がいいよねっていうのがあったんですけど、でもそこがなんか全国家庭なんとか連合に変わったんだっけっていうので、統一教会というのを名前を変えることによって、うさんくさい宗教というのを分からなくした。で、それをやったのが、安倍首相が政権をやった時の下村博文文科大臣の時に起きたんですよね。っていうので、統一教会が営業をしやすくしたというのに加担していて、で、その後、統一教会の下部組織がやってるUPI だっけ ?UPF だっけっていうところに安倍首相が動画で出演して、統一教会の菅さんっていう女性を褒めるみたいなことをやったりするので、それぐらいやっているすごい団体なんだから、従った方が得だよねという構造を作ってしまったっていうのは、僕は安倍首相の罪悪ではあると思ってます。もちろん功もあるんですけど、功罪で言うと罪の部分だと思ってるので、なので僕は安倍首相は功もあるんですけど、罪もあるっていうポジションです。はい。なので、アベノミクスは僕は失敗だと思ってます。はい。
企業経営って見返りがなかったら会社に対する範囲だし、見返りが絶対だから贈賄だと思うんだけど、総理が企業献金禁止は表現の自由の観点から難しいと発言しました。不思議。いや、僕も企業献金というのは基本的には見返りがあるからやってる行為だよねっていうのなので、金持ちだけが儲かるっていう話だと思うので、企業献金はよろしくないと思っています。もしくは、企業献金やり放題。今ってその企業献金はアウトなはずなのに、その個人の政治家に対する献金はできないけど、自民党とか党に対しては献金できるっていう謎ルールなんですよ。で、なんかその自民党に献金するんだけど、結果としてその献金を集めてきた自民党の各政治家にキックバックをするっていうのが裏金というモデルで、全然献金禁止になってないじゃんっていうので、これが OK になったわけですよ。不起訴65人だからね。でもそれだったらもう全部献金 OK にしちゃえばいいんじゃないのってアメリカ方式。アメリカ献金いくらでももらっていいんですよ。なので金持ちの企業がバンバン献金するんですよ。で、もうそっちで自由にした方がまだいいんじゃないの？その代わり政党助成金はなくしますよっていう方がまだマシなんじゃないかなと思います。要するに透明化が不可能なのであればもう自由にしちゃった方がいいよねと。で、自由にするんだから、じゃあ政党助成金という形で国民が政党にお金を払うという仕組みはやめた方がいいよねっていう形です。はい。まっちゃんは安倍派の問題がやばからでしょ。いやー、多分ね、それもね、若干ある気がするんですよね。結構ね、政治家がなんかやらかした時に芸能人の大きな事件が被ることって結構あったりするんですよ。なので、一概にその、まっちゃんの事件っていうのがたまたまというより、何らかしらの政治的な動きっていうのも、なきにしもあらずという。写真週刊誌が大嫌いです。文春フライデーなど芸能人のプライベートを勝手に捜索したりデマを普通に書いて当事者が嘘だと否定しても謝罪もお咎めもなし。週刊誌ってもともとは新聞とは違うアプローチで政治家や公人の食スクープ媒体だったんじゃないでしょうか。週刊誌と芸能事務所ってつながってたりしますか？出版社の力ってかなり強いと聞いたことがあります。内情を知ってたら教えてください。内情は知りません。基本的には金儲けのためにやってます。で、政治ネタも金儲かるからやる部分もあると思います。ただ、政治ネタをたまにやるので、週刊誌って完全悪ではないよねっていう言い方を僕もたまにするので、そういう意味でもバッシングされづらいから、政治家のをやらなきゃいけないよねっていうのでやってると思いますけど、基本的には金儲けのためにやってるので、下水のは当たり前です。で、芸能事務所と週刊誌は大体どこもつながってると思ってるので間違いないです。芸能の人とかで何らかのトラブルのニュースが出るときってバーターだったりすることもあるんですよね。うちの事務所のエースがやらかしましたと。で、文春が言ってきましたと。だいたい文春って必ず質問状を送るんですよ。こういう事実ありますかっていうので、事務所がこう答えたっていうのを使った上で記事にするので、その時に、このエースの出すのはちょっとまずいんだけど、代わりにこの3番手が不倫して、多目的ルームでやらかしたっていうのがあるんだけど、これにするのどう？これだったら被害者って言ってる女の人の連絡先もつけるから結構いい記事になるんだけどっていう交渉をしてエースを出さないっていうのも普通にあるらしいです。お互いもビジネスなんで出版社の方としてもじゃあこれだったら売れるから全然ありですっていうので割と事務所とのバーターに乗っちゃったりするので、なので正義のためにやってるわけでもないので芸能事務所とはよくそういう話はしていると思いますよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。